長い。はい、今回紹介していくのはこちら。マルゼンワルサー P38 ガスブローバッグ。基本スペックはこんな感じ。 AC41 モデルか、ほぼ実銃準拠のマルゼンの最高傑作と目されている一品のご登場か。知らねえ予備校で字が出すな、はっ倒すぞ。実銃準拠って言うとだいぶ語弊があるけど、ワルサー社から実物図面提供してもらって作ったらしいから、存在しうるワルサー P38 モデルのエアガンの中では一番リアルに近いモデルとは言えるね。これこの前再販された最新ロッド版か。なんとこちらチャンネル恒例の積み銃シリーズです。そんな気はしたわ。はるか昔に中古で購入して忘れ去られてたエアガンのうちの一つだね。やっと日の目見れるんやなこいつ。オープン。なんやこれ。確かこれ9000円ちょっとで買ったものなんだけど、おまけが入ってたみたい。ホップツイストバレル。いやなんでお前も知らんねん。こちらのコバ、ホップツイストバレルは、谷尾コバが提供している BB 弾にジャイロ回転を加えて弾道を安定させる電動ガン、およびガスガン用のカスタムインナーバレルです。バレルの内側に実銃よろしくライフリングが切られており、通常のバックスピンに加えて横回転を追加することにより弾道が左右にブレるのを防ぎ、風に強いストレートな弾道を実現することにより集団性の向上を狙うカスタムパーツです。調節のポイントはホップの強さを微調整することにあります。ホップが強すぎると右上に飛んでいき、弱すぎると全く飛んでいきません。話だけ聞くとすげえな。かなり調整にコツがいるらしいけど、完璧に調整できたらきっとすごいんだろうね。ちなみにホップとジャイロの相乗効果を狙う調整が非常に面倒でありながら、見つけたとしても手間の割に効果が今一つだったのか、今はほぼ流通してないです。まあうちでは関係ないな。集団性は測るけど距離が短いからね。つまりこいつはこのカスタムバレルが組み込まれたモデルっちゅうことやな。そうだね。ちゃんとインナーバレルにライフリングの確認もできた。わからん。めっちゃ見づらいけどこんな感じ。おおほんまやすげえな。ここの画面だけ見たらほぼ実銃。このチャンネルでは過去にも破格の値段で珍しいエアガンを買い付けてきましたが、その値段にはそれなりの理由がありました。氷は大丈夫だと思うけどね。それにガス漏れ程度ならすぐ修理できる。まあこいつは本体がどっか壊れてるとかでもなければマガジン交換すれば済むしな。枠組みの下に取扱説明書が入ってるね。おい待て、左のそれはなんや。予備マガジンだね。これはラッキー。予備マガジンとカスタムインナーバレルがついてこんだけ綺麗なのに9000円やか。明らかに怪しい。はよネタバレしろ、どこに問題があるんや。なんとこちらの商品何の不具合もございません。マジかよ。じゃあなんや予備マグ付きカスタムワルサー P38 極備品が1万円以下で叩き売られてたって言うんか。信じるか信じないかはあなた次第です。確か当時値札に書いてあった極備品って文字だけ見て、綺麗なのが9000円って破格じゃん。コレクション用で買っとこうみたいな感じで中身とか見ずに購入。でそれからしまい込んでたんやろ。楽に手入れもせず。ということで一応ガス漏れチェックしておこう。これでガス漏れしてたら視聴者に怒られるで。頼むよ P38 ちゃん。私まだ動画投稿を続けたいよ。本体付属のマガジンは生きてるね。さすがに本製ずさんな管理されてもガス漏れ一つ起こさんとは恐れ入った。念のため予備マガジンも確認しとこう。こっちも問題ないね。命拾いしたな。チャンネルバン回避。この程度でバンするほど YouTube も暇じゃねえよ。はい、外観を見ていこうか。あいよ。見美しい。ほんまに極備品やな。おそらく一番傷が入りそうなスライドとアウターバレルの部分もそこまで擦れてないもんね。前のオーナーはあんまり使ってなかったんかな。理由は知らないけど、これだけの状態を維持して手放してくれた前のオーナーさんには感謝だね。おかげでめっちゃ映像映えするもんな。各パーツに打たれてる刻印も綺麗に残ってて、撮影してて楽しい一品だね。この打たれてる刻印も実銃と同じものなんやろな。これはモデルスタンプ。これはファクトリーコード。これはドイツ陸軍承認スタンプ。そしてこれはシリアルナンバーだね。えらい詳しいと思ったらマルゼン公式サイト読み上げとるだけやないか。余談だけど、実銃の市販モデルの多くが厚紙の化粧箱に収められて販売されてるっていう経緯から、それを真似てマルゼンも紙の箱を採用したって書いてあったんだけど、氷はシンプルにコスト差。やめろやめろ。いやー素晴らしいね。レコッキング機能もしっかり再現されてるし、最高のおもちゃじゃん。楽しそうやな。現代銃には採用されていないこの独特のマガジンキャッチも時代を感じて最高だね。これ初見やとどうやってマガジンリリースするんかわからんよな。ちょっと待って、これ聞いてほしい。素晴らし
しい。でこのスタイルのいいところをグロックばっか触ってる現代っ子に伝えるとしたら、運動外コレスター内でのリリースボタン誤作動で不意にマガジンが落下しないところかな。特にエアガンはホルスターと銃のどっちが悪いんかは置いといて、サバゲー中の激しい動作とかでマガジンが吹っ飛ぶことあるもんな。ガスガンとかはそれで落としてガス漏れ故障とかするから、それが不安な人はこのタイプのエアガンとかおすすめかな。デメリットはこのマグキャッチを採用してる銃のモデルが限られることやな。あと古い。ちなみに通常分解も術銃と全く同じ方法だそうです。こだわりがすげえ。まあぶっちゃけ本物分解したことないから嘘ついても誰もは。さて初速はどんなもんかな。こいつは古いモデルやから最近のに比べたらおとなしいかもな。再販モデルはどうか知らんけど。はい28度。まあまあやな。はいグラフで見るとこんな感じ。最初はええけど発射を重ねるごとに徐々に初速が低下していっとるな。ガス風呂の特性がよく現れた計測データや。平均初速は 57.25 メートル毎秒。ジュール換算で 0.33 ジュールって感じだね。旧型の薄型マガジンにしてはだいぶ頑張っとる方やな。みんなはどうかわからないけど、個人的にこのオープントップスライドを採用している銃がモデルのガスガンで一つだけ好きじゃないところがあって、なんや。このタイプのガスガンって最初はいいんだけど、ガス圧が低下してくるにつれてカポカポみたいな音が鳴り始めるのが嫌いなんだよね。ほなバッタシリーズ全部ダメやん。他のガスガンじゃこんな音鳴らないのに、なんでオープントップモデルのガスガンだけこんな変な音するんだろうね。ある意味オープントップスライドしか味わえん音やから噛み締めろよ。詳しい人いたらコメントで教えてほしいな。対策もあると助かる。自分で調べろかす。古いからかはわからないけど最近の銃の半分しか装填できないのにそれでも若干きついのがマイナスだね。ハンドガン戦とかでもない限り、セカンドアームのマガジンを常に温めながら戦うのは無理やな。真夏日を狙って使うのがいいかもね。真夏のサバゲーはガス風呂日和やけど人間が穴もたん。はい騒音値。まあこんなもんか。かもなく不可もなくって感じだね。 CO2 とかになれるとむしろおとなしく感じるな。あれはほぼスタンガンだからね。出た音でビビらす理論。はい集団性。ジャイロ効果がどんだけのもんか見せてもらおうや。まず撃ってみて今のホップ状況を確認。今助けるぞ。やると思ったわ。なるほど、撃った感じだとホップが強すぎるね。めっちゃ右上に飛んでる。せやな、うちの左脳がミンチやわ。はい微調整して納得のいく弾道になりました。これがツイストバレルの力だ。おお確かに最初に比べてグルーピング精度上がってるな。距離にもよるけど、これだけ精度がいいなら室内戦とかなら100発100中だね。屋内で使うならまた調整が必要そうやな。これいいね。何発か撃って最高の調整値引いた時に脳汁が出る。こういった調整が好きな人にはおすすめなカスタムパーツだね。こんな面倒な微調整とかせんくても、ある程度まともに飛べばええっちゅう人にはこんな大パーツレベルのインナーバレルは不要やな。そもそも、日本製のエアガンは箱出しで優秀なのが売りや。あとはマガジンの問題くらいかな。これは古いモデルやからマガジンの冷却耐性に若干不安があるけど、再販されたやつは多分マガジンの性能向上してるはずやから、箱出しで全然使えると思うで。知らんけど。12発しか装填できないから、ちょっと少なくないって思ってたけど、そもそも12発しか撃てん。当時安く売られてた理由が少し分かったね。せやな。マガジンがちょっとしょぼいから実用性に乏しい。結論、実用性は微妙だけどコレクションアイテムとしての価値はすごく高いから、鑑賞用として一丁いかがですか？ガラスケースとかに入れてあげると映えるビジュアルはしとるもんな。ほぼ実銃準拠なのも高評価や。値段がちょっとなーって人は、弾も出るモデルガンと思えばお得に感じるかも。草。サバゲー好きの皆さんこんにちは。オクトパスの女社長です。またなんか始まった。このコーナーではリスナーから届いたお便りを紹介していくよ。あれでコメント来るのマジか。ラジオネーム、シオンさんからのお便り。外装パーツのグリップはどこのものでしょうか？またポン付けできるのでしょうか？参考にしたいのでリンクなどを貼っていただけると幸いです。これちゃんとすぐ答えてあげたんやろな。もちろん、ほら喜んでる。なりきんカスタムにいざなうな。シオンさん、お便りありがとうございました。果たしてなりきんカスタムにしたのか、うちならせん。続いては、あーさんからのお便り。おめでとうございます。鳥肌もんです。あーさん、お便りありがとうございました。登録してくれてる皆さんありがとうございます。まだ登録してない人はチャンネル登録とベルマークをクリック。ハイプもせえハイプも。続いては、優勝さんからのお便り。音響を凝っているのが良き。こだわってる部分に気づいてもらえるのは嬉しいな。やめろ2回は気所いんじゃ。優勝さん、お便りありがとうございました。カラーグレーディングももうちょい極めたいな。このコーナーではリスナーさんからのお便りをお待ちしています。ほぼ公開処刑やけどな。お相手はオクトパスの女社長でした。それじゃまた次回の動画で。バイバイ。